皆さんこんにちは。本日の DKTV 袖ヶ浦にスプーンのジョーちゃんから呼び出された。内容は知らされてない。とにかく来いということなんで来ました。なんでこれ山田がいるの？これあれだよね。有名な DKTV。俺出たかったのよ。DKTV ね。俺いつも YouTube。うるさい。うるさい。話したい。うるさい。話したい。でなんで山田がいるの？実はだってこれじゃあさ、これ俺がセットを担当してアメリカのレースで優勝した車ですよ。アメリカのアマチュアレース？アマチュアじゃない。アマチュアじゃない。25時間耐久レースっていう、まあ世界一過酷なレース。あ、そう。25時間ですよ。24時間よりも偉いんですよ。なんで24時間に切らないの？いやわかる。俺にアメリカ人の世界一が欲しいらしい。なんとかヒル。サンダーヒルです。サンダーヒルってホンダのワークスも出てるじゃん。出てるんですよ。でしかもルマンみたいなスポーツカー選手権に出てる車あるじゃないですか。あれも走ってるんです。 GT3 ホンダも出てる。あとマスタングとかポルシェとかもう何でも出てます。 S 体じゃん。 S 体よりそうですね。さらにスポーツカーみたいなスポーツカー、ルマンに出てるスポーツカー出てるんで、さらにこうなんかこれアメリカでじゃあ作ってきたの？そうです。アメリカでまあちょっと一昨年向こう行って作ってきて、そのレースのために作ってで山田がセットしたの？そうです。セットアップは山田にお願いをして。何笑ってるんですか？お前信用してくださいよ。お前俺のセットをつくばで11に負けたじゃん。だって津屋さんは俺のイメージをラーマンのイメージしか見てないと思うんですけど、れっきとしてはレーシングドライバーですよ。いや F3000 乗ってたもん。だって俺アグリさんと一緒にこう F3 でこうやってました。はい。だけどね、山田は何でも乗れるからさ。です。でも耐久レースなんで、まあ安定して壊れず、でもストレスかかっちゃやっぱり良くないんで、そういう方向にセットはしました。だけども、まあサーキットが変わっちゃってるんで、そこはまあまあサンダーヒルっていうちょっと長いサーキットなんで1周2分の1周2分もあるんだ、サーキットなんで、まあそことはちょっと違うんですけど、まあでもこの車どんな車っていうのをまあちょっと乗ってもらえたら、まあどんな風に面白い車なのかなっていうのを。俺のイメージはアンダー強いで、まあそうですよ。 FF のターボですから熱だれどうしてもやっぱり問題はタイヤなんですよ。やっぱりアンダー出しちゃうとどうしてもタイヤが FF ターボなので持たないんで、まあその辺をいかにタイヤにストレスなくただですね、秘密兵器があってですね、コンピューターのアメリカのおっちゃんがいてですね、トラクションコントロールちゃんとかかるんですよ。嘘？はい。それをそう。はい。まあそのスプーンの車だから今までね、この会長がいた頃よく乗せてもらったけど、その辺の FF よりはアンダーは出ない。親父ダメだからあの人いなくなったおかげでレース結果まともになりました。ちょっと乗ってたでしょ。ちょっといっぱい乗ってちゃダメだからあの時代から俺はスプーンの車乗ってるからさ、まあ他の FF のチューニングカーよりはよく曲がる。そうですよね。もう土屋さんだってルマン24時間とか出てるので、まあそういうレースはね絶対にもう力を貸してもらってですね、やっぱりこう車をいたわりながらでいろんなドライバーいるじゃないですか。やったら頑張ろうとするやつで、その辺ももうコントロールしてもらって、頑張っちゃ優しいですよ。24時間レースは頑張っちゃダメ。車をチェッカーまで導くと、それが一番大事。そうですね。そう。というわけで俺に乗れってかい。もう土屋さんがエースですから。特に夜早いって聞いてるんで、夜のこうねあとはお前のその言い方だと俺に出ろって言ってるから。いやもう出たも同然ですよね。みんな見たいだろ。高いよ高いよ。 DKTV 見てる君たち高い。いくらですか？何がいくらですかよ。いくらですか？山田さんが払ってくれるって言って。なんだかんだ言っても体で払うよ。じゃあ体で。いらねえよ。スプーンのチューニングカーは散々乗ってきた何十年も。だけどこのカラーリングのワークスのさ、スプーンワークスのこのカラーリングのレーシングカー乗ったことない。そうなんですか？ないですね。せっかくなんでね、ちょっと
いや実はですね、前回僕この車乗ったんですけど、今までホンダ車でレースをやったことがなくさらにスプーンの車レース出たのがあれが最初だったんですよ。そう、はい、だけどこの車でしょ HRC に勝ったの。はい、これです。すごいじゃん、すごいじゃん。そうで最初乗って左ハンドル何これ左ハンドルじゃんと。アメリカだもん。はい、そうなんですよ。へえ、 HRC に勝った車、勝ちました。それははい、乗せていただきたいと思います。はい、ぜひはい、よろしくおよろし願いします。くお願いします。はい。
はい、ありがとうございます。面白い。じゃあ山田さんに1回乗り換えます。跳ねるけど面白い。跳ねるけど面白い。山田はこういう跳ねるのが好きなんだな。なかなか面白いね、レーシングカーってね。いいっすね、やっぱ。やっぱ今までほらスプーンのチューニングカーしか乗ったことないから、そうですね。レーシングカーって乗ったことないじゃん。うん、確かに。ね。いやだからこの何十年間スプーンと付き合ってきてね、はい、初めてレーシングカーに乗せてもらった。やっぱこう俺って辛口だから今まで乗せてくんないんだよね。何言われるか分かんないから。それは誰かがそういう意図でそうしてたんじゃないんですか。あのおっちゃんね、このおっちゃんね。僕は知らない。僕は分かんないですけど。このおっちゃんはそういうこと考えそうだわ。だけどこのおっちゃんから乗車に変わったら車がこう乗りやすくなってる。そういうわけではないかもしれない。しなやかになってる。実は取材とかに持ってく、デモカーって頑張りすぎてたことがあります。なるほどね。でもレーシングカーって、さっき土屋さんおっしゃってたように24時間チェッカーを受けることが最優先、壊れない、別に速さよりもチェッカーまで持っていく。だから実はうちの歴代レーシングカーって比較的そういう考え方でやってたんで、デモカーみたいにギンギンにね、こうピョコタンピョコタンしてみたりとか。でもそれってデモカーがあってレースカーがあってっていう2パターンのセットアップっていうのを僕らがやってきたっていうことでもあるんですよね。だから実は僕もびっくりなんですよ。土屋さん黄色とは乗ってたつもりだったんですよ。取材でも何でも乗ってたはずだったぐらいのつもりだったんですけど、でも言われてみれば確かにそうで、極物の方ばっかり乗ってて、本当そう。ってなると、あれがスプーンのレースカーの味付け、で今最近のデモカーっていうのが、もっともっとより安心してより楽しく走れるようなセットをデモカーにしていって、それを僕が自分で走って持ってきちゃってるんで、なおさらフィーリングがそっちな感じになってるっていうのはあると思います。でも今時の車ってみんなレーシングカーもしなやかだよね。ですね。カン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 跳ねる車って1台もね、300も500もそうだけど GT はね。そういう車をやっぱ作らないと、だってもう疲れるばっかりで、それが3時間のレースだろうが、24時間だろうが一緒なんですよ。僕らそういうセットアップっていうのを作る、あとはそれが最後、僕らは製品に落とし込めるんで、そういうのもあって耐久レースっていうのは面白いなと思って出てるんですよね。そうだね。だからそういうふうに、やっていける。それも25時間走ればだいたいストリートで10万キロ走った時に壊れるのが壊れるんですよね。そうだよね。そういう部分でどんどん僕らはそっちにチャレンジをしようっていうのが今の。やっぱこう耐久をやってるとさ、ストリートがいい車できるよね。ストリートに一番近いレーシングカーだと思います。そうだよね。GT3、TCR、この辺ってメーカーが速く走るために作った設計して製造した車。でも僕らやってるのってグループ N のツーリングカーってナンバーついてる車をナンバー外してロールケージ入れてっていう、そういうやり方なんで、一番ユーザーさんの近くにいるレーシングカーなんで、それをねセットアップしていろんな経験とか知識をどんどん自分たちも身につけて、それで何か形にしたいなっていうのはずっと、スプーンが35年今経ってますけど、それはね、ある意味この創業者の変わらぬ思い本当そうですね。だからやっぱりこうスプーンはさ、情熱があるからこういう車が作れるんだよ。ストリートもそうだけど、そういう意味ではやっぱりスプーンっていうのは本当なんだろう、こう前任の方から今に至るまでちゃんとこう情熱を持って作ってきてるから、お客さんのためじゃないよね、自分たちのためだよね。好きだからやってるところはありますっていう感じです。だけど初めてねスプーンのレーシングカー乗せてもらったけど、やっぱこう曲がりやすいね、極力アンダーが出にくく
セットアップもしてる。だからもう FF だけど何周走っても楽しいですよ。皆さんはね、乗るときはスプーンから1台買ってから乗ってください。あれ、あ、セッティングを施したお、セットアップ最高だよ。もうなんかね、これでもういけるよ。本当に俺ら2人の力で。もうでも皆さんどうですか、楽しくなかったですか？楽しい。よく曲がる。曲がりますよね。後ろがすごくよく動く。はね、ハンドル切ってアクセルオンにしてると、はいオフでもオンでも、はいそれにこう後ろが反応する。そうですね、だから俺コーナーで見てたんですよ、鈴木入ってんの、なんとなくこう気持ちよさそうに、そうそうそう基本的にアンダー出るけど、それはもう FF なのでしょうがないので、だけど後ろがしっかり動いてくれるからですよね、楽だよ。楽ですよね。でまあミッションもねシーケンシャルでもポン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 つながるし、でトルクもあるので、ただ夏場なので本来その、もうちょっと気温が低いと、もっと中速がもう使いやすいんですよ。はい、レースの時って本当に、まあ、僕らピットにいる方は死ぬほど寒いんですよそのぐらい寒かったんで、まあ、クーリングはきっちりできるんで、そうですね、まあ、緯度的には青森とか、まあ、それぐらいの、はい、仙台よりももうちょっと上、それは寒いよ、寒いんです。まあ、その代わりそれだけ実トルクが出るんで車へのストレスは結構かかるんですよ。でもそこで25時間走り切れたっていう、走り切れるかどうかっていうところも僕らの評価基準の一つになるんで、そこは大事だね、チェッカー受けないと何の意味もない。そうなんですね。なんでまあ僕ら今年また再チャレンジ、いやこれはもう使ったまあ先代のシビックタイプ R なんで、じゃあ新型タイプ R、もうこれなんなら持ってっちゃおうかな、まあ持ってっちゃおうかなっていうよりは、まあアメリカはアメリカでやっぱり作ろうかと。で今作り始めました。で絶賛ドライバー募集中です。ほう。高いよ。高いよ。じゃあトヨタと金なら回ってください。トヨタとスプーンに行ってください。スプーンはトヨタとホンダからもらった金額でいいよ。トヨタとホンダからもらった金額でいい。あ、でもヤマダとの付き合いがあるから万ぐらいでいいかな。だいぶお値打ち価格にどんどんいやいや、まあね、まあお金の話はゆっくりしていただいてですね。お金の話は後でもまあ力強い助っ人がね、やっぱりこうその来ていただけるっていうことで、はい。いやお願いします。賑やかしで行ってみようか。ありがとうございます。いや本当に、いやマジで嬉しい。本当ですか。